今日はヘルメットのレビューをお送りしたいと思います。今私がテストをしているのは今年2016年に省エが発売したばかりの新型フルフェイスヘルメット X14 です。X12 からどのように進化したのかも含めてこのモデルの魅力そして特徴をお伝えしたいと思います。それでは早速この X14 のスペック装備などをざっとご紹介します。また今回はこの X14 がプロレーサーも使うリアルレーシングスペックを持つフルフェイスヘルメットということで、サーキットを走るライダーとしての視点でプロレーサーそしてモータージャーナリストとしておなじみの丸山宏さんにサーキットで着用した時のレビューをお願いしています。その模様も合わせてご覧ください。皆さんこんにちは。プロレーサーのモータージャーナリストの丸山宏です。今日はですねつくばサーキットに来ておりますが、こちらの持っている白いヘルメット、新しく省エから出たですね X14、こちらの方の、試着インプレッション、してみたいと思います。今日はですねスポーツ走行をやってるんですが、私は主にサーキットでの使い勝手、レーシングスピードでのかぶり心地とか静粛性とかどんな感じか、お伝えできたらいいなと思っております。今ですね、普段かぶっている X12 と、X14 を、付け替えてねすぐ出てったんですが、一番はやっぱり何といっても伏せた時に見える視界が違いますよ。全然違う、これはですねもうはっきり分かりますけど、先ほどピットロードで伏せて、タンクに顎をつけてみるとピットロードの先端は見えても1コーナーが見えなかったんですよね。でもこれだとですねピットロードの先端が1コーナーどころか1コーナーの上の塀もですね全部見えるっていう形で、伏せた時のとにかく視界視認性がですね全然良くなってますね。これはね本当にかぶり替えてびっくりですね。2番目に驚いたのはですねかぶり替えた直後全然その風の当たり方が違うなっていうので、随分その
エアをですね、エアの流入を味方につけてるなっていうので、今回はね、ここのチークパッドの部分にも、風をですね入れ込んでるっていうのがある程度分かる、この辺がね涼しくなってるのが分かるんですよね。あとはここの、大胆なエアロフォルムがつきましたけど、ストレートで全開で走っている時に、ここがですね空力でうまく逃がしてくれるためにヘルメットがですね以前のヘルメットよりも軽く感じるっていうね、これもなかなかですね、随分研究してこういうのを作ったんだろうなと思います。横を向いたりするときはですねこれはちょっと、抵抗感があるかもしれないんですが、ことストレート全開って言ったときには意外とヘルメットがふわっとこう軽いヘルメットをかぶってるような感覚があって、これもですねだいぶ進化したなと思いました。あとはですね、レースの時にはねそんなに気にはかけないんですけど、かぶり心地はですね、全体的にフィット感をすごく増してるんですよね。特に今回は、事前にですね私用にこのパッドの厚みとかをですね、変えていったので、レース用だったら本当に30分持てばいいぐらいの、きつさにしないといけなかったものが、こちらの場合はですね全体で押さえてるので痛くないんだけれどもヘルメットがずれない、そのぐらいこう全体的にいろんな部分でホールドをしていくので、そういったところもかなり、進化してですね実際にかぶった感じは相当変わってきてるなっていう感じがしますね。改めて今年2016年はですね、X14 で、サーキットのスポーツ走行もそして当然レースもやっていきたいですよね。はい、それでは丸山さんに引き続き、私はあくまでも一般ライダーとしての立場からこの X14 を評価してみたいと思います。まず今私は高速道路を走っているのですが、このような状況ですぐに気づかされるのが、空力的にとても優れているヘルメットだった X12 と比較しても、この X14 の空力特性がまたさらに進化しているということです。高速走行時にヘルメットを持ち上げようとする力、リフトがマイナス 3%、そしてヘルメットを後方に引っ張ろうとする力がマイナス 10%、ヘルメットが進行方向に対して左右にスネーキングするようないわゆるヨーイングがマイナス 50% ということで、特にこのヨーイングが大きく減少しているというのがこの X14 の空力的な大きな特徴だと思います。X12 を今まで愛用してきてこの X14 に買い替えたという方はぜひテストしてみていただきたいのですが、例えばこのように後方の安全確認などで、ライダーが左右を向いたとき、そういったときに、これまでの X12 などでは、こういった横を向いた状態でも、ヘルメットがぶれたりとかそういったことが少ないということで、その点で空力的に優れていると感じられたわけですが、この X14 の場合は例えばこのように横を向いてそのまま走っていると自然にヘルメットが進行方向に対して正対するように自動的に補正されているというのがよくわかります。つまりこのように安全確認が終わった後、何の抵抗もなく首に力を入れるようなこともなくすっと前方を向けるということで、ヨーイング方向の影響が少なくなったこの空力特性の凄さというのはおそらく多くのライダーが高速道路を走ればすぐに実感できるのではないかと思います。そして高速道路を走行して次に気づかされるのがとても静かになったということだと思います。このシールドのエッジの部分に一列に並んだこの突起、これはボーテックスジェネレーターというもので不快な風切り音などを低減する効果があるわけですが、これがまず一つ効いているのではないかと思います。またこの X14 では近年の省エのアッパークラスのヘルメットが採用しているイヤーパッドが内蔵されています。この装備は X12 にもなかったもので、これがまた静粛性に大きく貢献しているものと思われます。これまでも省エのベンチレーションというとヘルメットの中を無秩序に空気が流れるというわけではなく、整理整頓された空気の流れが大きな特徴だったわけですが、この X14 ではそういった流れを引き継ぎ、また空気の流入量も X12 などと比較してもかなり多くなっているのが実感できます。またベンチレーションの大きな特徴としては、今回この X14 で新たに採用されたチークベントシステムが挙げられると思います。このチークベントシステムというのはちょうどこのドアエアインテークの下の部分の穴から
チークパッドの裏側に向けて空気を流すという仕組みになっており、これによってチークパッド周りの熱のこもりや汗によるベタつきなどを防ぐ狙いとなっています。今回の撮影に先立ち、X12 と X14 をかぶり比べてみたのですが、30分も走るとちょうどこの頬のチークパッド周りの快適性というのが X12 よりも大きく上がっているということが実感できます。はい、省エフルフェイスヘルメットのフラッグシップモデル X14 を着用してワインディングを走り始めました。まず高速道路を走り終えての補足ですが、この X14 は首への負担がとても少ないヘルメットだと感じました。実はその空力特性というのはこの横方向だけではなく、この上下方向にも効いているようで、今日のテスト車両はヤマハの YZF-R1 ということでとても前傾度がきついのですが、顔を開けておくのがとても楽なので、常にライダーは広い前方視界を確保できる、そういったことにもこの空力特性は役立っているのではないかと思います。また視界ということに関して言うと、この X14 では新作の内装が採用されており、チークパッドの角度やリアパッドの位置を調整することによって、このシェル、包帯全体を上に持ち上げておく、そういったことができるようになっています。通常であればこういった前傾度のきついバイクに乗っていると、ヘルメットのアイポートのこの上端部分、これがだんだん視界にかかってくるようになるわけですが、この X14 では私の視界にはこのアイポートはほぼかかっていないということで、前方がとても広くクリアに見えるというのが特徴になっていると思います。またセンターパッド、フロントパッド、リアパッド、サイドパッド、こういった内装のすべてが分解できるようになっていて、それぞれのパッドの厚みをライダーの好みや使用状況に応じて調整できるようになっています。私の頭のサイズというのはちょうど省エのヘルメットでいうと L サイズと M サイズの中間あたりなのですが、 L サイズをかぶった場合には前後方向のサイズがやや余っているということで、フロントパッドとリアパッドを厚めのものに変えてもらったのですが、この効果は絶大でフィット感がかなり高くなったという実感がありました。省エヘルメットをかぶりたいけど、省エのヘルメットは自分の頭の形に合わないので諦めているというようなコメントは、ライダーの間ではよくなされてきたわけですが、この X14 に関して言うと、その細分化され交換調整可能な内装を採用しているということで、そういったコメントはおそらく過去のものになるのではないかと思います。また今回の X14 では CWRF という新作のシールドが採用されています。二次曲面シールドになっているということで、場所によって厚みが微妙に変えられており、このシールド全体にわたってクリアな視界が得られているというのが大きな特徴となっています。特に私の場合はメガネをかけているので、レンズが2枚重なるわけですから、少しでも歪みがあると敏感にならざるを得ないわけですが、景色の歪みなどは一切感じられず、毎度のことですが省エのシールドの精度の高さにはただただ驚かされるばかりです。この X14 のベンチレーション、空気の流入量がかなり多いようで、それだけでも快適なわけですが、今日の気温はですね、朝からどんどん上がって、こういったやや汗ばむような状況になってくると、チークベントシステムがかなり効いているというのが実感できます。また私のようなツーリングライダーはどうしてもヘルメットの着脱が多くて、例えば汗でベタついていたりとかすると、チークパッド周りがまとわりつくように抵抗が感じられてしまうわけですが、常にドライに保たれていて、ヘルメットの着脱の際にも効果を発揮するのではないかと思います。ちなみにこのチークベントシステム、雨が降ってきた場合はチークベントシステム用のシャッターを閉めることによって雨の侵入を防ぐことができるようになっています。通常のロアエアインテークと別のシャッターを設けるというのはいかにも省エらしい配慮だなという気がします。最後にこの X14 のやや気になる点ですが、このフロントエアインテークのレバーというかスイッチは下にスライドすると開くという方式になっています。私としては直感的に操作する場合はこのフロントエアインテークのレバーも上にスライドすると開くといった方がアッパーエアインテークの操作との統一感もあって分かりやすいのではないかと感じました。またですね、この単色モデルの場合はホワイトとブラックとマットブラックのみということで、ややカラーバリエーションが少ないかなと思います。欲を言えばあと 1,2 色単色のメタリック調のカラーがあれば良かったかなと思います。ということで今日は省エが発売したばかりの新型フルフェイスヘルメット X14 をテストしてきました。これまで省エフルフェイスヘルメットのフラッグシップといえば X12 が長年その座を守ってきたわけですが、その X12
現在の水準に照らしても未だ一線級の性能を持つヘルメットであることは間違いなく、そして私の場合は特にあのデザインが好きで未だにかぶり続けているわけですが、登場からはかなり時間が経過しており、ヘルメットの耐用年数が一般的には3年、引っ張っても5年前後と言われていることを考えれば、私の X12 も例外ではなく、近いうちにヘルメットを買い替えることがあれば、私もぜひこの X14 をチョイスしたいと思います。